はい、9月10日日曜日になります。昨夜はね、子供たちがグランマとダディのところにお泊まりに行っていたので一人だったんですけど、緊張感が抜けてしまってベッドで爆睡してしまいました。朝起きたら体のあちこちが噛まれちゃって、ベッドバグにめちゃくちゃかゆいです。手とか足とかも噛まれてしまっています。蚊とか火にならないぐらいもう本当にかゆいです。ベッドバッグに関しての動画はエピソード21で詳しく説明しているので、そちらも見てください。たったの一晩でここまで全身噛まれてこんなにひどいかゆみが出るのなら、この先どんどん増殖していくであろうベッドバグとどう戦っていけばいいのかっていうのが本当に悩みで、子供たちがベッドバグにやられるのも時間の問題なんじゃないかといってシェルターから渡された殺虫剤は全然効かないし、でも私が自分で買って持ち込むのはダメって言われているし、で部屋を変えてくれるわけでもないし、お腹噛まれたところ後で運転中に見てみたらこんな風に腫れ上がってました。このように毎日掃除してスチームで熱湯消毒しています。ベッドバッグは布繊維が好きなので、衣類は全部ジップロックに入れて密封。洗濯物もジップロックに入れて密封。シェルターを出る前に必ずシャワーを浴びてジップロックから取り出した服をさっと着て出るようにしています。車に持ち込んでしまったら終わりですからね。自分一人だとめんどくさいけどなんとかなっても、子供さんにいたら、しかも動き回る1歳児ノアがいると本当に大変なんです。一人きれいにしたかと思えば他の二人はもうベッドに寝転んだりしているし、しかも学校行く前の朝とか本当に毎日カオスです。ちなみに私は夜は徹夜で子供たちがベッドバグから噛まれないように見張っています。母ちゃん本当に頑張ってます。でももう限界です。そして今日は子どもたちの学校のカウンセラーのミス・メルドルムがいつも行く教会に誘われました。いろいろと私の力になれるような人たちが教会に来てるから紹介したいからということなので、ちょっと行ってみようと思います。教会に行ったらね、いろんな人を紹介してくれて、いろいろ話したんですけど、その中に、アンディって人がね、もしかしたら、何か力になれるかもしれないってことで、携帯番号を交換して、ミス・メルドルムとランチ食べてたら、アンディから自分の知り合いに、アダムっていう人がいて、その人が、私がいるところじゃなくて、別のホームレスシェルターのオーナーさんで、一番そこのシェルターのトップなのかな、経営者オーナーだから、アダムに君のことつなげるから、何かあったら、アダムに連絡してみてって言われて、繋いでくれて、早速、アダムの方に電話して、今いるホームレスシェルターのベッドバグ被害がひどいことを、連絡しました。もう、ベッドバグに噛まれて、全然寝れてないと。だから、よければそっちのシェルターに空きがあれば、移ることはできないかっていう話をしました。で、彼からは、部屋に空きがあるかっていうことを、ちょっとチェックしてまた折り返すってことと、私の今いるホームレスシェルターの担当のケースマネージャーも君の事情について話してみるって言われたので、で、また、折り返し連絡が来ることを待ってます。ちょっとね、ベッドバグについては、もう本当にどうしようもできない。これもしかして逆光かな？ちょっと顔が見えてなかったらごめんなさい。今更だけど。僕、ベッドバグのことについてはすごく悩んでたので、もしそっちのシェルターに移るとか、解決につながればいいなと思っています。
ミスメルドルムと教会の後に一緒にランチ行っていろいろ話をしてたんですけど、彼女も、今、再婚してるけど、昔離婚経験があって、その人と私の夫がなんか似てる感じがするっていう話をしてて、女性が自立することを望まない人だったっていうことを言ってました。で、あなたのケースも聞いてたらそんな感じがするよって言われて、でも結婚してる時とか、その渦中にいる時は、一種のなんか洗脳でもないけど、ずっと同じことを言われ続けたり、そういう場所にいると、なんか自分を責めちゃうっていうか、それが正しいんだ。それが事実ではないことでも、それが正しいんだって思い込んでしまうっていうか、彼はそういうつもりはなかったにしろ、そういうところがあったのかなって思いました。私はずっと仕事がしたくて、でも結婚して以来、ずっと子供がいて、ずっと父のみ子がいて赤ちゃんがいて、でも私はどっちかというと結構アクティブに外に出て働きたい、自立した女性と生きたい思いが強いから、仕事はずっとしようと思って、赤ちゃんが大きくなった時点で、週1でもね、週2でもいいから、子供たちを見てくれたら私がなんかちょっとずつ仕事始めたいみたいな話をしても、子供がね、ちっちゃいうちとか赤ちゃんのうちは母親が必要だから、なんか仕事は自分がするから君は家にいて子供たちを見てくれみたいなことを言われて、聞いた感じは、なんか優しい旦那さんみたいな感じがする。もう妊娠してもすっごいつわりがひどくて、何も食べれなくて、そんな中でも3歳の連れ子の子をずっと面倒を見てて、で、自分も子供を産んで、でも産んだことなくて初めてのことだったから、右も左もわかんないし、親が近くにいるわけでも、友達が近くにいるわけでも、親戚が近くにいるわけでもないから、どうやって子育てしていくか、もうすべてがなんかもう、いっぱいいっぱいでも一生懸命、目の前のことに一生懸命だったから、なんかそういうことを言われると、なんかそうなんだな、ありがたいなって、働いてもらってて、私は家にいさせて、子育てさせてもらってありがたいなって思ってたけど、それも本当にありがたかったんだけど、でも自分の中で、なんかこんなに、何もできない自分、もっと社会とつながりたいっていうのがあって、何回かトライしたんですよ。ヨガが好きだったから、ハワイにいる時に地元の人にヨガを教え始めたこともあって、週1の1時間のクラスだったら、週1で1時間はダディが子供たちを見てもそんなに大変ではないだろうと思って、週1の1時間だけ自分に時間をもらって、ヨガを教え始めて、最初は少なかったけど、どんどん、生徒さんが来るようになって、で、男性の生徒さんが来だした時に、夫が、なんか、いや、あれはなんかヨガじゃなくて君を目当てに来てるとか、そのヨガクラスも、そこのオーナーさんがいて、そのオーナーさんが男性で、その男性と連絡取らなきゃいけないから、クラスのことについてとか、で、電話番号を交換したんだけど、そのことについても、なんかすごい怒られて、子供をもう自分はなんか見るのは嫌だとか、すごいなんか言われても、で、だからクラスも辞めざるを得なく。職場に男性がいるってこととか、男性と私が関わる何か話すってことがすごく嫌がった。もう熱になんか言われるのがもう本当にストレスだったから、じゃあ自分でビジネスを立てて自分で仕事をしたら大丈夫だろうと思って、今度はオンラインでヨガを自分でね、教え始めたんです。で、最初は、すごいね、応援するよってすごい言ってくれて、で、子供たちも見てくれたけど、だんだんと、このクラスがこの日にあるから、この時間に帰ってきて赤ちゃん見てって言った時間に帰ってこなかったりとか、急に面倒見てって言ってた日に、なんか、この日は無理とかって言われて、私も、そしたら、子供を見る人が誰もいないわけだから、急に生徒さんのクラスをドタキャンしなきゃいけなくなったりとか、そうするともう生徒さんにも迷惑がかかっちゃって、だからもうなんかもうすっごい悪い気がして、続けれなくなって私がドタキャンしなきゃいけなくなるのがね、それもやめて、その後もいろんなことを私はすごいしたんですよ。もうなんか自分で稼ぐ、自分で働くってことがすごくしたくて、自立したくて。したけど、やっぱ同じような感じで、最初はなんかすごいいいこと言うし、手伝ってくれようとしてるけど、
なんか途中から全然私が続けられなくなるような状況に持っていかれるというか、無意識なのか知らないけど、本当のことは。昔はその一番上の連れ子の子も学校に行ってたんだけど、2年生までかな、セカンドグレードまで、サードグレードぐらいからもうホームスクールするとか言い出して、私は学校に行かせてほしいって言ったんだけど、ホームスクールすることになって、かといって、全くもって彼は1秒たりとも勉強をホームスクールすることを手伝ってくれないか、私が全部しなきゃいけなくなって、で一番上の子とアイラと2人ホームスクールしながら、5年間で3人産んだから常に赤ちゃんがいる状態で、もうベビーを抱っこしながらホームスクールするみたいなことをしてたら、もう自分の仕事とか全くできなくって、そういうことがじわじわとコントロールされてただね、みたいな話になって、そういう男性は自分がコントロールしたいから女性が自立することを好まない。その時は働いてくれてることとか、子供を産んで赤ちゃんを育てて自分でずっと赤ちゃんを預けることなく自分で面倒を見させてもらうことに感謝してたけど、もうちょっと自由があってもよかったよねっていう、目の前、子供を育てることとかに一生懸命で、その時は目の前の赤ちゃんを育てることにずっと一生懸命で、夫と別れることになって、精神的にはすごい自由を感じていたし、まだまだだけどね、まだホームレスシェルターにもいるし、全然まだまだなんだけど、でも一歩一歩自分の力で進んでるってところに、ちょっとずつ自由を取り戻しているなっていう感じがしました。はい、おはようございます。昨夜もベッドで寝落ちしたら首周りや腕をベッドバッグに噛まれまくりました。日に日に吸血鬼に順調に全身蝕まれています。めっちゃくちゃ全身痒くてたまりません。今ね、子供たちを学校にドロップオフしてきたんですけど、アイラとアイリすごくね楽しんで学校に行ってたんですよ。先生たちもアイラもアイリもよくやってるよって言ってくれて、で、週末土曜日と日曜日子供たちはダディのところにいたんですけど、ダディは、ダディのお母さんと住んでて、だから子供たちから言うとグラマかな。で、ダディとグラマから彼らはホームスクールをしたがっていて、だから私が子供たちを学校に行かせてることをよく思わないのかちょっとわかんないんですけど、なんでこんな物事を難しくしちゃうのかな。で、今日はね、今から、ノアを、もう学校から2分ぐらいのとこなんだけど、デイケアにドロップオフして、そこのデイケアで3時間ぐらい、キッチンのお手伝いをすることになってます。聞いてみたんですよ、デイケアの人に、ここで働けないかって。そしたらノアを見ることができるしね、一緒に。そしたら、今は、募集はしてないけど、そのヘルプが必要な時はお知らせするねって言ってくれて、で今日はその日で、3時間ぐらいバイトをしてきます。行ってきます。デイケアでのヘルプが終わりました。どこかで働いてお金をいただくっていうのすごく嬉しいです。で、ノアも、全然泣かずに安心しました。で、私は今からちょっと、弁護士さんのところへ行ってね、ちょっと書類を提出しに行きたいと思います。Oh, Mom. If you throw seed on the grass, then just wait, it will grow. We'll throw this outside, okay? Mom, open the window. You can have fresh peach. Oh, they might find it and then plant it. They will have. ミスター D のなんですけど、あれから急にミスター D から連絡が来なくなって、ミスター D には私がこっちのリガルエイドと契約を結ぶことにしたってことをまだ話してないので、っていうのも連絡またするねって言ったまま連絡が来ないので、まだ私がそっちに決めたこととか話してないんですけど、
そしたらもし私がミスター D の言うことを聞いてこちらの弁護士さんにサインをしていなかったら、今日が契約書へのサインの期限の日なので、今日のねこの最終日を逃していたらと思うと D さんにしなくてリーガルエイドを選んでよかったなと思っています。これはね私の想像なんですけど、ミスター D は私の夫の情報を結構知ろうとしてて、多分、裁判を起こすことによって向こうを訴えてお金を取りたかったのかな。でも私の夫が稼いでいる人ではないということが分かって、私にインベストするのをやめたのかなって思いました。ミスター D とはあれから全く連絡が来ないので、真実は分からないんですけどね。